宙に走る亀裂、コスミックストリングの神秘。今日お伝えするのは、宇宙を横断する巨大な亀裂、コスミックストリングについてです。この宇宙に存在するとされる奇妙な存在は、ビッグバン直後に生まれた量子場の凍結血管と言われています。肉眼では見えないほど細いながらも、惑星のような質量を持ち、高速に近い速さで宇宙を駆け抜けるこの存在について詳しく解説していきます。このような不思議な宇宙の構造を理解することで、宇宙誕生の謎や量子場の性質、さらには超弦理論の妥当性までもが明らかになる可能性があります。綺麗な氷を作る時のことを考えてみましょう。透明な氷を作るためには、まず水を沸騰させて溶けている気体を放出させ、次に一つの面から凍らせていきます。もし氷が複数の覚醒星点から形成されると、それぞれの氷が出会う場所で光子構造に不完全さが生じます。これが位相血管と呼ばれるものです。実は宇宙も同じように凍るのです。ビッグバン直後の極めて高温だった宇宙が冷えていく過程で、量子場にも同様の血管が生じました。この宇宙サイズの位相血管こそがコズミックストリングであり、多くの物理学者たちはこれが実際に存在し、私たちが発見できると考えています。コズミックストリングは陽子の幅の1兆分の1ほどしかない極めて細い糸状の構造ですが、その質量は100メートルあたり火星と同等という途方もない密度を持っています。そして光に近い速さで宇宙を移動し、振動するという特徴があります。このような存在がなぜ生まれたのか、どのように発見できるのか、そして見つかったらどんな情報が得られるのか、宇宙の亀裂を覗き込むような探求の旅に出かけましょう。量子場の総転移から始まる宇宙の物語を理解するには、まず物質の総転移について考える必要があります。氷を熱すると水になり、さらに加熱すると水蒸気に、さらには電離してプラズマになります。しかし総転移はそこで終わりません。ビッグバン直後の超高温状態では、すべての粒子の基礎となる量子場自体にも総転移が起こります。現代の宇宙では、力を伝える側は複雑な構造を持っており、様々な振動モードがあります。これらのモードは異なる力を伝える粒子として現れ、私たちがよく知る電磁力や強い核力、弱い核力として認識されています。しかしビッグバン直後の超高温環境では、量子場の複雑さは単純化され、これらの力は全て一つのマスターフォースとして存在していました。強い核力やヒッグス場も同様に、初期宇宙では他の力と統合されていたと考えられています。ヒッグス場は素粒子に質量を与えるだけでなく、第5の基本的な力とも考えられ、このヒッグス場の凍結がコズミックストリングを生み出す鍵となります。量子場と空間の各点が持つある種の数値的な性質で、その値、場の強さは場のエネルギー量に依存しています。粒子が存在しない状態では、場は常に最も近いエネルギー最小値、真空状態に落ち着きます。初期宇宙では、ヒッグス場は単一の最小値を持つ単純な構造でした。しかし宇宙が膨張して冷却するにつれ、ヒッグス場のエネルギー曲線、ポテンシャルにはコブが現れました。最小エネルギー値はもはや単一の数値ではなく、古い値の周りに新しい最小値ノアが形成されたのです。これはまるでメキシカンハットのような形状になりました。突然、宇宙全体のヒッグス場は必要以上に高いエネルギー状態にあることになりました。丘の頂上にある玉のように、わずかな量子的揺らぎでランダムな方向に転がり始めます。そしてそれが実際に起こったのです。宇宙のあちこちでヒッグス場が新しい真空状態に向かって落下し始めました。これを真空崩壊と呼びます。場の中の隣接する点は互いに引っ張り合い、同じ値に向かいます。磁石の中の磁気相気抑止が互いに整列するのと同じです。真空崩壊が一点で始まると、隣接する点もヒッグス場最小値の同じ部分に引きずられていきます。こうして低エネルギー真空の泡が生成され、高速で拡大しました。多くの泡が宇宙の異なる場所で始まり、それらが出会うと融合しました。古い高エネルギー真空はほぼ完全に消去されましたが、完全ではありませんでした。氷と同じように、これらの泡が出会う場所に位相血管が形成されたのです。氷は板状の血管を形成しますが、
ヒックスがは紐状の血管を作り出しました。真空崩壊はメキシカンハットの円形の谷に向かってランダムな方向に進むため、各点にはヒックスがの2つの成分の相対的な値を定義する位相角を割り当てることができます。崩壊する真空の単一の拡大領域では、すべての点が最初の核生成イベントの方向に引っ張られるため、位相角は似たものになります。しかし独立した泡は非常に異なる位相角を持つことがあります。泡が出会うと、境界にあるヒックス位相角は整列しようとして回転します。これにより宇宙全体に位相角がゆっくりと変化するテクスチャが形成されます。しかし異なる位相角を持つ複数の泡が結合すると、位相角を整列させる最もエネルギーの低いアプローチは、ループの周りで位相角が滑らかに変化することです。そのループの内部のどこかに、場が整列できない結び目が残ります。その結び目の中心にあるヒックスがは、新しい谷底ではなく、古いポテンシャルの丘の頂点にあるヒックス値を取ることを強いられます。つまり古代の高エネルギー真空の化石が現代の宇宙に残存することになったのです。このような渦巻き状の位相血管は渦と呼ばれ、サイクロンから頭髪の渦まで、2次元バージョンはあらゆる場所で見られます。しかし実際の3次元空間では、この種の血管は中心線の周りの円筒状の渦として現れます。そしてその中心線こそがコズミックストリングなのです。位相角は本当に整列したがるため、血管の周りのループはできるだけ締め付けられます。高真空エネルギーのフィラメントは陽子の幅の1兆分の1という極めて細い幅に押し込められますが、それでも信じられないほどのエネルギーを保持し、100メートルあたり火星と同等の質量を持つことになります。そしてこれらは非常に長大です。当初は光が核生成イベントから真空崩壊の完了までの間に移動できる距離ほどの長さでしたが、宇宙の膨張によって観測可能な宇宙のサイズにまで引き伸ばされました。実際、核因が地平線内で複数の核生成イベントが発生し、宇宙全体に何十ものコズミックストリングのネットワークが形成されたと予想されています。氷の位相血管とは異なり、コズミックストリングは移動し振動します。また非常に強い張力を持っているため、振動は高速に近い速さでそれに沿って伝わります。これにより、別々の2本の紐の間、あるいは同じ紐の2つの部分の間で衝突が不可避的に起こります。衝突時、2つの部分は互いにすり抜けるか、パートナーを交換します。直線上の紐が自分自身と衝突すると、ループが切り出される可能性があります。そのループが再び自分自身と交差すると、より小さな2つのループに分割され、どんどん細かく切り刻まれていきます。しかし同時に、元の巨大なコズミックストリングからより大きなループも形成され続けます。時間が経つにつれて最大のループのサイズは増加し、同時に宇宙には切り刻まれた子孫ループが溢れるようになります。インターコミュテーションが発生すると、新たに形成された紐それぞれにキンク、折れ曲がりのペアが形成され、それらは高速に近い速さで紐に沿って互いから離れていきます。それらは振動する紐によって前後に揺さぶられ、そのキンクの中にある信じられないほどの質量が重力波を放射する原因となります。このようにしてコズミックストリングはエネルギーを放出し、ゆっくりと崩壊していきます。最終的にはヒックス場がフィラメント全体で滑らかになるにつれて消滅します。ループのサイズが小さいほど蒸発は速くなるため、ループの分割はその消滅を加速させます。さて、コズミックストリングが何をするかはわかりましたが、それらが存在すると仮定して、どのように発見できるでしょうか。まず重力波から始めましょう。この放射は紐の振動の方向にビームとして放出されるはずなので、これらのビームが重力波観測所を通過するときにフラッシュが見えるかもしれません。これらは現在のライゴなどの検出機では弱すぎて見えない可能性がありますが、将来のリサなどの検出機では十分な感度を持つかもしれません。次にパルサータイミングアレイがあります。前に説明したように、これはパルサーからの信じられないほど、規則的な光のフラッシュの周期における不規則性を探すことで重力波を検出します。これもコズミックストリングのキンクから重力波を放射する特徴的な信号を見つける可能性を持っています。
コスミックストリングを見つけるもう一つの方法も重力効果に依存しています。それは重力レンズ効果です。これは背景の光源が重力による時空の歪みにより曲げられる現象です。重力レンズ効果をより具体的に説明すると、強い重力場が光の進路を曲げる現象です。例えば、夜空に浮かぶ望遠鏡のレンズがどのように光を集めて像を拡大するかを想像してみてください。宇宙の巨大な天体も同じように働くのです。ただし、ガラスの代わりに重力という目に見えない力が光を曲げます。2020年に天文学者たちは、重力レンズ効果によって同じ超新星が4つの異なる位置に見えるアインシュタインクロスと呼ばれる珍しい現象を観測しました。これは銀河団の巨大な質量が背後にある超新星からの光を曲げた結果です。コスミックストリングによる重力レンズ効果はこれとは少し異なり、光源を2つに分割するという特徴があります。重力レンズ効果はアインシュタインの一般相対性理論の重要な予測の一つでした。彼は1936年に論文でこの効果について詳細に説明しています。当時は観測技術が限られていたため、実証は難しいと考えられていましたが、現在では宇宙の観測において重要なツールとなっています。コスミックストリングが引き起こす重力レンズ効果は特殊な性質を持っています。通常の巨大天体による重力レンズ効果と異なり、コスミックストリングは背景の銀河や星の像を二重に見せるだけでなく、その二重像の間には明確な切断線が形成されます。これは幾何学的に完全に直線上であることが特徴で、自然界の他の現象ではほとんど見られない特徴です。専門家たちは、この独特の重力レンズパターンを探すためのアルゴリズムを開発しています。例えば、ヨーロッパ宇宙機関のユークリッド宇宙望遠鏡や、2022年に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などの最新の観測装置は、これまで見えなかった宇宙の詳細を明らかにし、コスミックストリングの証拠を捉える可能性を秘めています。巨大な天体が私たちと遠方の光源の間に位置すると、通過するすべての光線を内側に曲げ、私たちに向かって集中させます。そのためレンズの周りに複数の像や輪が見えることがあります。コスミックストリングも光を自分自身に向けて変更させますが、それは分割された像のペアしか生み出せません。それがもなし全体に分割された像の連鎖を生み出す可能性があります。そのような連鎖はまだ検出されていませんが、今後の巨大な全天サーベイでそれを見つけるためのデータが得られるかもしれません。コスミックストリングを発見した場合、もう一つ解決すべき問題があります。それはコスミックストリングなのか、それともコスミックスーパーストリングなのかということです。おそらく超弦理論についてはよく耳にしたことがあるでしょう。これは全てを統一する理論の最も確立された候補の一つです。超弦理論の基本的な構成要素は、その名の通り紐、ストリングと呼ばれる素粒子より小さな一次元的なフィラメントです。超弦理論の紐はコスミックストリングとは無関係であり、宇宙サイズではなく信じられないほど小さいものです。しかし宇宙はこの2つを混同させる方法を見つけたかもしれません。多くの物理学者は、極めて初期の宇宙、いわゆるインフレーション期に、原子以下のものが宇宙サイズまで拡大したと考えています。これらの超弦理論の紐の一部がその出来事によって宇宙サイズに引き伸ばされた可能性があります。これらをコスミックスーパーストリングと呼ばれ、厄介なことに多くの点で通常のコスミックストリングと同じように振る舞います。重力波やレンズ効果などの現象も似ていますが、相違点もあります。コスミックストリングは衝突するとほぼ常にインターコミュテートしますが、コスミックスーパーストリングは互いにすり抜ける可能性がはるかに高く、ループに切り刻まれる割合が減少します。また接合部を形成することもあります。具体的には、異なるタイプの2つのスーパーストリングが出会い、組み合わさって第3の接続されたストリングを形成します。これは2つの組み合わせのようなものです。これにより、コスミックストリングの種類を区別する可能性が生まれます。これらのスーパーストリングの接合部が重力レンズ効果を引き起こす場合、6部構成の像を生み出すはずです。おそらく分割されたペアの行列がそれに近づいていくでしょう。そのような接合部の観測は、
現在のところ超弦理論を支持する最良の、あえて言えば唯一の証拠となるでしょう。また、コズミックスーパーストリングはループに切り刻まれる速度が遅いため、より遅く崩壊すると予想されます。これは重力波背景がより強くなり、おそらく特徴的な重力波の署名が生まれることを意味します。重力波について少し詳しく説明しましょう。重力波とは、質量を持つ物体が加速度運動をするときに発生する時空のさざ波のようなものです。例えるなら、湖に石を投げ入れたときに広がる波紋のように、重力波も宇宙空間を広がっていきます。ただし水面の波と違い、重力波は時空そのものの縮みと伸びとして伝わります。2015年にライコが史上初めて重力波を直接検出しました。これは2つのブラックホールの合体によるものでした。この偉業によって、2017年にはノーベル物理学賞が授与されています。現在では毎年数十の重力波イベントが検出されるようになり、重力波天文学という新しい研究分野が確立されています。コズミックストリングから発生する重力波は、ブラックホールの合体とは異なるパターンを示します。コズミックストリングの振動や、特にキンクと呼ばれる折れ曲がりの移動によって発生する重力波は、独特の周波数や振幅パターンを持ちます。これは重力波背景と呼ばれる宇宙全体から来る微弱な重力波シグナルの一部となります。現在稼働中のライコに加え、今後計画されている宇宙空間の重力波検出キリサ、レーザー干渉系宇宙アンテナは、より低周波の重力波を検出できるため、コズミックストリングからの信号を捉えるのに適しています。リサは300万 km 離れた3つの宇宙線からなる巨大な三角形の干渉計で、2030年代の打ち上げが予定されています。また、地上のパルサータイミングアレイも、コズミックストリングの探索に役立ちます。パルサーは非常に規則正しく電波パルスを発する中性子星で、宇宙の時計として機能します。もし重力波がパルサーと地球の間を通過すると、パルスの到着時間にわずかな乱れが生じます。世界中の電波望遠鏡がパルサーを継続的に観測し、このような乱れのパターンを探しています。2023年には、ナノクラブやヨーロピアンパルサータイミングアレイなどのプロジェクトが、宇宙背景重力波の兆候を報告しており、その原因の一つとしてコズミックストリングが考えられています。まだコズミックストリングもスーパーストリングも発見されていませんが、探索によってこれらの張力、従ってエネルギーの許容範囲が絞られてきています。そして探し続ける必要があります。なぜなら宇宙が原子真空の静脈で満ちている可能性が非常に高いからです。もし一つでも見つけることができれば、宇宙の起源や量子場の性質、あるいは超弦理論の妥当性について多くの真実が明らかになるかもしれません。多くの謎が、うまく作られた氷のように透明になるかもしれません。地空の構造に亀裂を見つけることほど、宇宙の内部構造を理解するのに適した方法はないでしょう。私たちの宇宙の最も基本的な構造について考えるとき、従来の理解を超えた現象に出会うことは珍しくありません。コズミックストリングは物理学において理論的には予測されていますが、まだ直接観測されていない不思議な存在の一つです。しかし最新の技術と観測手法を用いれば、近い将来それらを発見できる可能性も十分あります。例えば2022年に発表された研究では、ナノグラブ、北米ナノヘルツ重力波観測所が検出した特殊な信号がコズミックストリングに起因する可能性が示唆されました。また宇宙マイクロ波背景放射、CMB の詳細な分析もコズミックストリングの証拠を見つける有望な方法です。これらの巨大な宇宙の亀裂が放つわずかな痕跡を最新の観測技術で捉えようとする努力が続いています。コズミックストリングの研究は単なる理論的好奇心を満たすだけでなく、宇宙の最も基本的な法則と構造を理解するための鍵となります。もし発見されれば、それは私たちの宇宙観を大きく変える可能性を秘めています。物理学の最も深い謎を解き明かすための道が開かれるかもしれません。宇宙の広大さと神秘を考えると、まだ発見されていない奇妙な存在があることは驚くべきことではありません。科学はいつも未知の領域を探求し、新しい知識の地平を広げてきました。コズミックストリングの研究もその一環であり、
私たちの宇宙理解をさらに深めるための重要な一歩です。宇宙の未知の側面を探求する旅は、常に人類の好奇心を刺激してきました。古代の天文学者たちが星座のパターンを見つけてから、現代の科学者たちがダークマターやダークエネルギーの謎に挑むまで、宇宙の不思議を解明しようとする情熱は変わりません。コズミックストリングの探求もこの壮大な探検の一部です。興味深いことに、コズミックストリングの研究は、理論物理学の最も深遠な概念と日常的な物理現象との間の橋渡しをする役割も果たしています。例えば、液晶ディスプレイの中にも、量子場の位相欠陥に似た構造が存在します。実際に、液晶物理学の専門家たちは、彼らの研究がコズミックストリングのような宇宙規模の現象を理解するのに役立つと考えています。これはアナログ宇宙論と呼ばれる研究分野につながっています。アナログ宇宙論とは、実験室で再現可能な現象を使って宇宙の性質を研究するアプローチです。例えば、2018年には研究者たちがルビジウム原子の超流動ガスを使って小さな宇宙を作り出し、その中でも擬的なコズミックストリングを生成することに成功しました。このような実験は、直接観測が困難な宇宙現象に関する貴重な洞察を提供します。コズミックストリングの存在は、宇宙初期の対称性の破れと呼ばれる物理過程とも深く関連しています。対称性の破れとは、ある系が持っていた均一性や規則性が失われる現象です。これを身近な例で説明すると、完全に水平な円形のテーブルの上に鉛筆を立てた状況を想像してみてください。鉛筆は全方向に対して対称的ですが、重力により倒れるとどこか一つの方向を選ぶことになります。これが対称性の破れです。宇宙初期でも同様の現象が起こり、それがコズミックストリングなどの位相欠陥を生み出したと考えられています。理論物理学者のピーター・ヒックスが予測したヒックス場やヒックス粒子も、この対称性の破れと関連しています。2012年にセルン、欧州原子核研究機構の大型ハドロン衝突型加速器でヒックス粒子が発見されたことは、現代物理学の大きな成功の一つでした。この発見は標準模型を裏付けるだけでなく、コズミックストリングの存在可能性も間接的に支持するものです。宇宙論研究の最前線では、マルチバース、多元宇宙理論とコズミックストリングの関連性も議論されています。ある理論では、異なる宇宙間の衝突が起こった場所にコズミックストリングが形成される可能性が示唆されています。もしそうであれば、コズミックストリングの発見は、単一の宇宙を超えた、より大きな宇宙の構造の存在を示す手がかりとなるかもしれません。ビッグバン直後に生まれた量子場の凍結過程を理解することで、宇宙の初期条件と進化の道筋がより明確になります。さらにこの研究は、量子力学と一般相対性理論を統合する万物の理論の探求にも貢献しています。もし将来、私たちがコズミックストリングあるいはスーパーストリングを発見できれば、それは単に新しい宇宙の構成要素を見つけたということだけでなく、宇宙の最も根本的な法則について新たな章を開くことになるでしょう。こうした最先端の物理学の概念は初めは複雑に感じるかもしれませんが、実は私たちの日常生活の単純な現象とも関連しています。完璧な氷を作る過程で見られる位相欠陥から、宇宙全体を貫くコズミックストリングまで、物理法則は異なるスケールで類似したパターンを示します。今後の観測ミッションや技術革新により、コズミックストリングの存在を確認する方法はさらに進化するでしょう。宇宙の謎解きはまだ始まったばかりです。地空の織物の亀裂を通して、私たちはビッグバンの余韻を直接観測できるかもしれません。それは宇宙の始まりを理解する上で非常に貴重な情報源となるでしょう。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。